今から42,300年前、あなたは想像できるでしょうか。その時代、日本列島には誰も住んでいないと私たちは長い間信じてきました。しかし、広島県廿日市市吉和の標高800メートルに位置する冠遺跡、この静かな山中で2023年9月、奈良文化財研究所の国武貞勝主任研究員率いる研究チームが発掘調査を行いました。そして彼らは日本の歴史教科書を書き換える可能性を秘めた石器群を発見したのです。約3万年前の火山灰の層や約3万6,000年前の地層の下から出土したその石器たち、放射性炭素年代測定によって明らかになった衝撃の事実、それは約42,300年前のものだということでした。私たちが学校で教わってきた日本列島に人類が到達したのは約3万8,000年前という定説を根底から覆す発見、それは単なる数千年の誤差ではなく、人類の移動や文明の発展に関する根本的な疑問を私たちに投げかけています。今夜、この禁断の発見が示す真実、そして権力者たちが語らなかった日本列島の真の姿に迫ります。考古学会において2000年に発覚した旧石器捏造事件以降、日本列島への人類の到達時期については後期旧石器時代にあたる約3万8,000年前という説が有力視されてきました。これは何を意味するのでしょうか。日本の教科書は氷河期の海面低下によって形成された陸橋を渡り、人類が朝鮮半島から九州北部へと渡来したというストーリーを私たちに教えてきました。そして彼らは徐々に日本列島を東へと広がっていったとされています。国立歴史民族博物館が発行する資料には、約4万年前の地層からは確実な人類の痕跡は発見されていないと明記されています。実際、考古学者の間では、中期旧石器時代、約30万年前から4万年前の遺物については、その信憑性に疑問が投げかけられ続けてきました。ホモ・サピエンスの東アジアへの拡散については、約6万年前にアフリカを出発し、5万年前までには中国南部に達していたとされています。しかし、なぜか日本列島への到達は大幅に遅れたという公式見解が長らく支持されてきたのです。この時間的空白は単なる発見の欠如なのでしょうか。それとも別の要因が隠されているのでしょうか。冠遺跡から発掘された石器群は従来の定説と比べておよそ5,000年もの時間的ギャップを生み出しました。この5,000年という空白期間はなぜ今まで埋められなかったのでしょうか。注目すべきは出土した石器の種類です。その中には戦闘機と呼ばれる先端を尖らせた道具やクリーバーと呼ばれる鋭い刃があり、持ちやすいように加工された石器が含まれています。これらは4万年以上前に中国大陸や朝鮮半島で使われていた石器と驚くほど類似した特徴を持っています。奇妙なことに、過去の冠遺跡の発掘調査では、1959年に地元研究者によって石器の分布が確認され、1970年代に広島県教育委員会や広島大学考古学研究室が行った分布調査によって、その利用開始が旧石器時代に遡ることが判明していました。なぜ、これほど重要な遺跡が長年にわたり最古の遺跡として認められなかったのでしょうか。さらに不可解なのは、この地域が遺跡として理想的な条件を備えていることです。標高約800メートルという高地にあり、水や食料資源が豊富で、石器の材料となる岩石も容易に入手できる環境でした。初期の人類にとって、この場所は真滅場、理想郷とも呼べる土地だったはずです。そして、もう一つの大きな矛盾点があります。もし日本列島への人類の到達が本当に42,300年前だとすると、なぜそれ以前の遺跡や遺物が全く発見されていないのでしょうか。突如として現れた高度な石器文化はどこから来たのでしょうか。3. 消された中期旧石器文化の謎。ここで私たちは従来の学説が見落としてきた重要な視点を提案します。冠遺跡で発見された42,300年前の石器群は単なる孤立した発見ではなく、かつて存在していた中期旧石器文化の証拠ではないでしょうか。中期旧石器時代は約30万年前から4万年前まで続いたとされていますが、日本においてこの時代の確実な遺物は存在しないと長らく考えられてきました。特に2000年の旧石器捏造事件以降、それ以前の発見についても疑問が投げかけられ、多くの古すぎる遺跡は学術的検証の対象から外されてしまいました。しかし、冠遺跡の発見は、
この不在の時代に実は人類が日本列島に存在していた可能性を強く示唆しています。さらに興味深いのは、カムリ遺跡の石器が中国大陸や朝鮮半島の同時代の石器と類似しているという点です。これは単なる偶然でしょうか。それとも、現在の学説が想定している以上に、古代アジアの人々の交流や移動が活発だったことを示しているのでしょうか。カンムリ遺跡の標高約800メートルという立地も重要な手がかりを提供しています。この高さは、氷河期の海面低下を考慮しても、単に陸橋を渡ったという説明では不十分です。彼らはなぜ、わざわざ海岸から離れた高地に居住地を構えたのでしょうか。この疑問を解く鍵は、当時のアジア大陸の気候変動にあるのかもしれません。4万年前後は、急激な気候変動の時期と一致しています。大陸の乾燥化や砂漠化が進み、人々は水源や食料が豊富な山岳地帯へと移動した可能性があるのです。カンムリ遺跡から出土した石器群について、さらに詳細に検証していきましょう。2023年9月の発掘で約370点、2025年9月の追加調査では新たに400点以上の石器が出土しました。合計800点近くにも及ぶこれらの石器は、偶然の産物ではなく、明確な文化的連続性を示しています。特に注目すべきは、出土した戦闘機とクリーバーという2種類の石器です。これらは、同時代の中国大陸や朝鮮半島の遺跡から出土するものと極めて類似しています。中国雲南省の元宝遺跡では、約5万年前の地層から同様の石器が出土しています。また、朝鮮半島南部の渓流山遺跡でも、約4万5千年前の地層から類似した石器が見つかっています。このような石器の形態的、技術的類似性は偶然の産物ではありません。それは、東アジア全域に広がっていた共通の石器製作技術の存在を示唆しています。さらに興味深いのは、カンムリ遺跡の5つの文化層の存在です。国武研究員のチームは、最上層部は約2万8200年前、最下層部は約4万2300年前という年代測定結果を得ています。これは、この地域が1万年以上にわたって継続的に人類に利用されていたことを示しています。また、カンムリ遺跡群内の石器分布パターンからは、ある驚くべき法則性が見えてきます。最古の石器が出土した地点を中心に、同心円状に年代が新しくなっていくのです。これは、最初に到達した人々が中心地を構え、時間の経過とともに周辺地域へと活動範囲を広げていった可能性を示唆しています。一方、地質学的見地からも興味深い事実が明らかになっています。カンムリ遺跡の地層からは、約4万1000年前に起きたラショーン地磁気エクスカーションと呼ばれる地球の磁場の一時的な反転の痕跡が見つかる可能性があります。この現象は世界各地の地層に記録されており、年代決定の重要な指標となります。ここで一つの重要な疑問を投げかける必要があります。なぜカンムリ遺跡の重要性はこれほど長い間認められなかったのでしょうか。カンムリ遺跡は1959年に地元研究者によって発見され、1970年代には広島県教育委員会や広島大学によって調査が行われています。60年以上もの間、この遺跡は考古学者たちの間で知られていたのです。しかし、日本考古学会を震撼させた2000年の旧石器捏造事件は、日本の戦史時代研究に大きな影響を与えました。藤村真一による組織的な遺物捏造が発覚したことで、疑わしきは罰せずではなく疑わしきは信用せずという風潮が考古学会を支配するようになったのです。その結果、3万8000年前より古いとされる遺跡や遺物は、厳密な科学的検証なしには認められなくなりました。カンムリ遺跡も例外ではなく、その重要性は学術界から十分に評価されることはありませんでした。さらに、日本人のアイデンティティと深く結びついた日本人起源論の影響も無視できません。日本人が単一民族であり、縄文時代から連続的に発展してきたという従来の歴史観は、あまりに古すぎる人類の痕跡を受け入れることに抵抗感を持つ要因となっていた可能性があります。また、学術界の保守性も大きな要因です。一度確立された学説は、圧倒的な証拠がない限り覆されることは稀です。特に、研究費や学術的地位が既存の学説に基づいて配分される状況では、革新的な発見は時に無視されたり、過小評価されたりします。しかし今回、国武研究員のチームは最新の科学的手法を駆使し、
放射性炭素年代測定に加えて地質学的分析も実施。その結果は疑いの余地なく42,300年前という年代を示しているのです。カンムリ遺跡の発見によって私たちは新たな疑問に直面することになります。もし42,300年前にすでに高度な石器文化を持つ人々が日本列島に存在していたのなら、彼らは誰だったのでしょうか。そして後に日本列島に渡来したとされる人々との関係はどうだったのでしょう。現在の遺伝学研究によれば、現代日本人の DNA は大きく分けて2つの系統に分類されます。一つは約16,000年前から日本列島に居住していたとされる縄文人の系統、もう一つは約2,800年前以降に大陸から渡来した弥生人の系統です。しかし、カンムリ遺跡の人々は、これらの系統とはさらに異なる、より古い系統である可能性があります。彼らはおそらく、デニソワ人と呼ばれる古代人類の遺伝的要素を持っていたかもしれません。デニソワ人の DNA は現在の東アジア諸民族、特に中国南部やチベット高原の人々に残されています。さらに驚くべきことに、最近の研究では、縄文人の DNA にも微量ながらデニソワ人の遺伝的要素が検出されています。これは、カンムリ遺跡の人々ともの縄文人の間に何らかの連続性があった可能性を示唆しています。また、カンムリ遺跡の石器群が示す技術的特徴は、約3万年前の後期旧石器時代の石器とは明確に異なっています。これは、42,300年前の人々と38,000年前以降の人々の間に文化的な不連続性があったことを示唆しています。最も興味深いのは、カンムリ遺跡の立地と時期が東アジアの気候変動サイクルと一致していることです。4万年から3万9,000年前にかけて、東アジアは急激な寒冷化を経験しました。この時期、中国北部から多くの人々が南下し、一部は海を渡って日本列島にたどり着いた可能性があります。そして、約3万8,000年前に気候が一時的に温暖化すると、再び新たな人々が日本列島に到達しました。彼らは異なる石器技術を持ち、それが後の日本の旧石器文化の主流となっていったのです。カンムリ遺跡の人々は、この気候変動の中で姿を消したのでしょうか。それとも、後から来た人々と融合していったのでしょうか。この疑問に答えるためには、さらなる遺伝学的考古学的証拠が必要です。最近、東アジアから日本列島を含む島嶼部への古代人の移動や海上航海の可能性を示す研究が相次いで発表されています。例えば、東京大学の海部陽介教授らによる研究では、約3万年前、人類が台湾から沖縄付近の島々へと、地図も金属工具もない状況で筏ではなく丸木舟を用いて、強力な黒潮を越える実験航海に成功しました。この研究が示すのは、原始的と思われていた旧石器時代の人類でも、計画的に海を渡る技術と知識を持っていた可能性があるということです。つまり、人々が陸だけを移動していたという古いイメージが大きく揺らいでいるのです。この事実は、カンムリ遺跡が高地である標高800メートルに位置し、しかも石器技術が大陸や朝鮮半島のものと類似している点と照らし合わせると、なぜ高地に住んでいたのか、どのようにたどり着いたのか、という疑問が、より現実味を帯びたシナリオとして浮かび上がってきます。さらに、2025年5月に公開された大規模なゲノム研究では、アジア地域から始まった人類の移動が、これまで想定されていたよりもはるかに広範囲かつ早期に起きていたことが明らかになりました。アジア各地139の民族グループを対象に遺伝子解析を行ったところ、かつてアジアは人類移動の通過点に過ぎないと考えられていたのが、実は長距離移動を繰り返す主要拠点だった可能性が示されたのです。この枠組みを踏まえれば、日本列島に42,300年前の人類が存在していたという発見も、孤立した事件ではなく、人類移動史の一断面として位置づけられるのです。そして、2025年10月には、中国で約100万年前の頭蓋骨が発見されました。現世人類よりも古い存在でありながら、一部に現代的な特徴が認められたという報告は、人類進化の時間軸そのものを見直さなければならない可能性を示しています。このように、最新の研究成果はいずれも人類史はもっと古く、もっと複雑であるという方向を示しており、カンムリ遺跡の石器発見と劇的に呼応しているのです。カンムリ遺跡の発見は、私たちに多くの問いを投げかけています。第一に、日本列島の歴史は私たちが思っていたよりもはるかに古く、複雑であるということです。
42,300年前という年代は、現在の定説を5000年以上も遡ります。これは単なる数千年の誤差ではなく、人類の移動や文明の発展に関する根本的な疑問を私たちに投げかけています。第2に、古代の人々の能力と移動性を過小評価してはならないということです。氷河期の厳しい環境の中でも、彼らは海を渡り、山岳地帯に適応し、高度な石器文化を発展させていました。冠遺跡の人々は、標高800メートルの高地で生活し、複雑な石器を製作し、そして何らかの形で火を使用していました。第3に、科学的検証の重要性です。冠遺跡の年代が確定したのは、最新の放射性炭素年代測定技術と地質学的分析を組み合わせた厳密な科学的検証によるものでした。今後も、さらなる科学的調査が進められ、冠遺跡の年代がより確実なものになっていくでしょう。そして最後に、私たちの歴史観は常に修正される可能性があるということです。冠遺跡の発見は、確立された事実と思われていたものが、新たな証拠によって覆される可能性を示しています。歴史は固定されたものではなく、常に新たな発見によって書き換えられる生きたものなのです。国武研究員は言います。冠遺跡はようやく42,300年前という一つブレイクスルーが起きた。日本列島に最初に人がやってきた年代が37,500年前だったところが、ちょうど5000年ほど古い時代に、すでに日本列島に人類が暮らしていた。日本列島の人類の歴史を紐解く上で最も重要なフィールドになる。日本列島の歴史はこの冠高原から始まったんだなということを体験できる、まほろばのような土地になるだろう。冠遺跡の発見は、私たちに歴史の見方を変えるよう促しています。私たちは既存の学説に固執するのではなく、新たな証拠に基づいて常に自分たちの歴史観を更新していく必要があるのです。私たちがこれまで信じてきた常識が、実は不完全な証拠の上に構築されたものであったとしたら、あなたは、この新たな歴史観をどのように受け止めますか？私たちの先祖は誰だったのか？彼らはどのようにして日本列島にたどり着いたのか？その謎を解き明かす旅は、まだ始まったばかりです。このチャンネルでは、古代遺跡や文献に隠された暗号から文明の真実を探り続けています。冠遺跡のような発見は、青森の三内丸山遺跡で発見された謎の石製品や、沖縄の海底遺跡とされる与那国海底地形、そして九州の吉野ヶ里遺跡の異常な配置パターンなど、他の日本の遺跡の謎とも深い関連があるかもしれません。なぜ日本の遺跡からは、公式見解では説明できない異常な発見が続くのでしょうか？古代日本人は私たちが想像する以上の知識を持っていたのかもしれません。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。そしてよろしければチャンネル登録と高評価で、次の謎を解く旅に共に出発しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。